妻はよく畑に出て鎌で草刈りをしています。でももっと広い面積を楽に刈りたくて、草刈り機で刈れたらいいなと思っていたらしいです。でもエンジンの草刈り機は重いし、扱いに不安がありました。それで最近友人にバッテリーの草刈り機を借りて試してみたところ、手軽ですごく楽しく刈れたそうです。なのでバッテリー草刈り機買ってみました。購入したのは廃工機の草刈り機で、重さはなんと 3.6 キロ、めちゃくちゃ軽いです。たまたま Amazon でセール中、豪華ストラップ付きでお得だった。ここは10月には耕運機を入れて耕す予定にしています。伐採した木の整理も終わってないので、まだまだやることたくさんあります。キッチンの製作を始めます。まずは頭上に鍋など重いものを置く頑丈な棚を作っていきます。材料はホームセンターで手に入る幅25センチ、厚さ 1.8 センチのパイン材を使います。棚の長さは180センチです。長いので真ん中がたわまないように仕切りを入れて強度を上げました。この木材半年前に購入して保管しておきました。なので少し反り始めていて修正しながら組み立てる必要がありました。材料は長いものや数の多いものは、鹿児島本土にある材木屋さんで買って、それはコンテナに載せられて港に着きます。それ以外の内装に使うような細々としたものは、この島に渡る前にホームセンターで買って、軽トラで運んできました。それはこの島で手に入る木材の選択肢が少ないからです。ここで保管するときは、もちろん雨に当たらないようにシートをかけて、それから晴れた日は蒸れないようにシートをめくったりして、日々気を使っていました。そんな感じで大事に保管していても、半年経つと多少反ったり曲がったり、それからシミができたり、買ったばかりというわけにはいきません。下の方っていうのは意味が。
棚は柿渋で塗装しました。柿渋は空気に触れると、化学反応を起こして皮膜を作ります。壁を張る前に上下2つの窓枠を作ります。窓枠はすべて同じ杉の板を使って作ります。この板は角に曲面加工がされていて、カンナなどをかけなくてもそのまま使えるのがいいです。これが今20ミリじゃん。約20、じゃあ22ぐらいあるね。じゃあそう、22から21から2のところが窓枠の面になる。だからこの幅でカットしてスタート。キッチンカウンターより上の壁を仕上げていきます。普通は下から作っていくと思うんですけど、今回上から始めたのは借りている足場をすぐに返さなきゃいけなくなったからです。レーザー水平器で測って廊下の壁と高さが合うように逆算して張り始めなきゃいけないので大変でした。まずは塗装が終わった棚から取り付けていきます。この棚のセイタも柿渋で塗装したんですけど、塗った直後はすごく綺麗だったんです。ところが時間が経つにつれてなんだかシミみたいなのが現れてきたんです。板を保管している時に、何かが付着して
それと化学反応を起こしたみたいです。シミになったけど、まあこれも一つの味かなってことになりました。あとは杉板を上まで打ち付けたら終わりです。ああ、待って。もうちょっとやってじゃん。612。Lie awake in the morning with a light upon her skin. Coffee cup before the day begins. Don't go, stay a while. We'll slow it all the way back down. Time is still and there's キッチンの照明にはまず天井を照らす間接照明、 talking outside. Getting space. 天井を照らすことで無垢の板の表情が浮かび上がってほわっとした暖かい空間になるかなと思ったからです。それだけでは暗いので、部屋の真ん中には天井から吊り下げるライトをつける予定です。これはまだどんなライトにするか相談中。作りながら決める、そんな感じの家づくりです。まだ決まってないことたくさんあります。